梅干しをつけて10年目、2021年度版、美穂の梅干しの漬け方。梅干しをつけるときに必要なもの。それは、黄色く熟した梅、粗塩、ホワイトリカーなど消毒に使うもの、そして、樽、中蓋、重しです。梅を洗います。優しく傷つけないように洗いましょう。ヘタを取らずに洗います。傷や痛みも見ながら洗います。少し傷がありますが、この程度なら問題ないと思います。洗った梅はしっかりと水分を拭き取ります。ヘタのところもしっかりと水分を拭き取りましょう。風に当てて乾かしても構いませんが、私はすぐつけたいので、すべて拭きます。梅は約5キロです。ヘタを取るときは、梅の実を傷つけないように注意します。容器やビニール、梅はホワイトリカーで消毒しています。必ず粗塩を使います。私は塩分は 18%、梅が5キロ、塩は 900g です。好みに応じて塩の量を調節しましょう。一番下は塩は少なめで構いません。上へ行くほど塩は多くします。食品用の袋を使っていますが、袋はなくてもつけられます。少しずつ入れてきっちり平らに並べます。ここからは一部早送りでお送りします。一番下に塩を振ったら、梅、塩、梅、塩と塩が一番上に来るように交互につけていきましょう。少し傷がありましたが入れちゃいました。どうなんでしょうか。念のため上の方に入れておきます。これも少し傷があります。上の段に行くほど塩は多めに振ります。で、この傷梅も上に入れちゃいます。ちなみに残った梅が一段丸ごとない場合は真ん中に寄せます。真ん中に寄せると重しが均等にかかりやすくなります。残った塩は一番上にすべて振りかけましょう。私はホワイトリカーで消毒した中蓋をのせますが、ない方は平らなお皿でも可能です。梅の 1.5 倍から2倍の重しをします。私は梅が約5キロ、重しは8キロです。重しはビニールに入れなくても大丈夫です。重しが足りない場合、ペットボトルなど入れても構いません。上から新聞紙をかぶせ、つけた日付、梅や粗塩の量を記載しています。ここからは昨年の映像も交えて説明します。袋に入って売られている梅は蒸れて傷みやすいので、帰宅後早めに袋から出しましょう。まず、なぜ黄色く熟した梅を使うのか。それは青い梅で漬けると硬い仕上がりになるからです。
購入した梅がまだ青い場合、ビニールから出して箱やざるなどで黄色くなるまで追熟させます。必ず黄色い梅でつけましょう。梅酢がしっかりと上がるまでは毎日樽の様子を確認し、カビがないか、梅酢が上がっているかをよく確認しましょう。梅酢の上がりが遅い場合、重しが軽いことも原因の一つです。少しのカビはすくい取れば大丈夫です。たくさんカビが入ると大変なので、こまめに見ましょう。そして、私の梅仕事に欠かせないもの、その一つは保存食ノートです。紅生姜、らっきょう、よもぎ茶、その他いろいろと、購入した時の値段や材料、途中経過など、写真とともにいろいろと書き記しています。最近はこれをつけるのも日課です。梅干しの漬け方動画をお送りしましたが、梅干しを漬けて今年で10年目。まだまだ修行の身です。わかりにくい点もあるとは思いますが、ご質問は私にわかることであればお答えいたします。貴重なお時間をいただき、数ある動画の中から見ていただいてありがとうございました。投稿のペースがまちまちなのと、多趣味なので内容も統一されていませんが、次回もよろしくお願いします。